こんにちは。今回はダンジョン飯第21話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。王になっちゃうの。こんなのが王になったら国が滅ぶわ。むしろ王様はバカで軽い方がいいんだぞ。始皇帝や皇政権よりUFO が作った王朝は長続きしたろ。もう最強武器ゲットしてたんかよ。クランプみたいなこと言ってる。王の器じゃねえだろこいつは。ライオスが重要人物に大ごとになってきた。つまり今までの全てはダンマスの仕業だったと。王になりたまえよ。戦士がセクシー。戦士と月あらば戦士のサービスシーンが。ルアー戦士が脱いでる。戦士エロすぎるだろ。裸の戦士めっちゃセクシーなのよね。戦士の乳輪が綺麗なキンくん。妹を救う物語が大きく動き出したな。ダンジョンで生まれ育つと放ってしまうのか。メイドインアビスみたいやね。とうとうカナリア隊も出てきたか。地上の話との落差がすごいな。石積みに手を払われたライオスに笑ったわ。突然ものすげえ話進んだな。それにしてもまた戦士のサービスカット。急に話が動いた激動会だった。地上で知ろう。カブルーたちとエルフ軍団の迷宮についてのやりとり。ライオスがレイと話して急に黄金城にワープして迷宮の真実の一端にたどり着いたり。かなり展開が動いた回だった。やっぱ作者ナウシカ好きだろ。俺が序盤に指摘したら否定されたが、原作中は隠してたな。全部見た後だとあんまそう感じないな。石積みがただの猫になっちゃった。ゴロニャー。ほぼ猫になった石積みが顔の前でケツを向けてくる可能性。当たり会だったな。丁寧なアニメ化ですごく良かった。いつもより2分くらい本編延長してたか。うまくまとめたな。見たかったところあってよかった。カナリア隊来た。ミスルンは内山幸輝か。悪くない人選だ。戦士のセクシーショット。CM 短かった。猫が完全に猫。思ったより深いストーリーなんだな。声と色がつくとエルフの男女がわかりやすいな。初めて読んだ時は体調をずっと女だと思ってた。今回の積みポイント。ライオスのレレバイ体質がなかったら積み。この迷宮、本当に攻略難易度が高すぎる。内山くんだけ雰囲気違ったな。なんかヤバそうなやつだった。マルシルと寝たい。マルシルと同期したい。床で寝ろよ。ひどすぎだろ。ずっと地面で寝てたし床でも十分贅沢。井堤一人にして平気かな。キャストが立体な回や。キャストの数すごい。名前が覚えられん。シリアス回だった。終わるの早い。地味だが超重要回。だいぶ大事な話だった気がする。海外での人気が爆上げしてしまうな。夏コミ、マルシルの薄い本がどんだけあるか、今から楽しみです。戦士総受けしか想像できない。言われてた通りレッドドラゴン以降、ほんとガラッと雰囲気変わったな。この調子で最後までアニメ化してほしいな。打ち切り想定して、ドラゴン退治で畳めるように調整してたらしいな。ヒュームシラへのパーティーが絆を深めていく話。また一期あっての2期だと思って見ている。どちらも大事でその上で面白いと見続けている。マルシルかわいい。21話連続21回目。ミスルン、内山幸輝、パッタドル、伊勢マリア、チスヒス、武田花、オッタ、菊池心、ビシオン、岸尾大輔、フレッキ、笹原優。夫のひとしんまるちゃんか。全員ハマってたわ。そんなに声多くないのに大物じゃん。あんまり声優詳しくないけど、エルフ軍団の小さい妖精ちゃんが泣いてたのって、CV 内山くんのエルフが、カブルーに怖い顔して圧かけたから。飛んでるのギュッと捕まえたから。ものすごい話が動いて風呂敷広げたのにあと3話という残酷さ。今回の話はカナリア隊含め、いろいろおしゃれで女の子が喜びそう。黒ギャルエルフお姉さん、鼻を上から覆うようなアクセサリーつけてる。最初
鼻が高くて光の照り返しが強いのを色変えて表現してるのかと思った。カリンの真の獲物を見たか、君たち。ライオスがゴブリンの隊長に言った言葉、なんだっけ全然覚えてねえ。ゴブリンは出てこないよ。カットほぼなかったな。あなたも協力していただけますよね。ぐらいか。後半はほんとカット少ないのが良い。井包に手を払われたライオスの絶望顔、パリゴン初見時より深刻そうで笑った。声変わり前の少年役男性声優なら村瀬か花江くらいだもんな。需要高いに決まってる。おとなしくないマルシル。言うの。花のやつかわいい。カブルーのキャラほんと好きだわ。ここまでリアリティある腹黒器用キャラめったにいないんよ。漫画アニメだけで育った作者には描けない人物像。ここに来てまた職に意味を持たせてくるのか。地上と地下でそれぞれ同時に転機を迎えてクライマックスに向かい出したな。とうとう出ましたね翌日しかし味のしないごちそうの顛末が思ったより悲しい。生かされ続けてるというだけで食事も必要のないからだ。ヤードさんのあの目の下のクマっぽいのも睡眠必要としてないからああなったのかな。食う必要がないものをわざわざ育てているってのは、この不老不死の人たちが亡者化しないための歯止めなんだな。精神が死んだ不老不死は悲惨だからな。フルムノでなくともわかるはず。ライオス、仲間全員からこんな奴がまかり間違って王になるとか大惨事ですよ。という絶対の信頼感あるが、冷たい手だったとか、割と真摯に自分に降りかかってきたことすべて受け止めて、できる限り多くのものを何とかしたいと考え続けてるんだよね。様々な作品でも、不老不死が実現した世界では気が触れるとか、アポトーシスが働くとかして、自死を望んだりし始めるんですよね。だから人間らしい生活を欠かさず行ったり、常に刺激を求めるようにするとかありますね。西方エルフが出てきて毛色が変わり、ここからみんなけじめをつけるために歩かされて、最後は自分で選択するはず。握りしめられた妖精がピンボケで泣いてるところとか、モーニングスターファリン、ほんと細かくて好き。カナリア隊、ヤバめな過去とその過去に根ざした魔法を持つ不設よ個性派魔法使い集団なのに、攻略実績とエルフ補正で理系なのとですごくよく評されてるのずるい。迷宮制圧の美しきスペシャリストたちと言われてるの本人たちが聞いたら絶対その場で人笑いを切る。まあなんというか本当にセンスオブワンダーに溢れた物語だよな。素晴らしいセンスをした作者だ。さてセンスオブワンダーに溢れていながらなぜこの物語は SF ではなくファンタジーなのかなんてことを考えてしまう。新たな異世界に飛ばされたが、これがしっかり伏線を回収しつつかつ全問題を狂乱の魔術師に集める流れになるのさすがうまい。そしてミノタウロスの乳首は4つだ。修正なしで見れたしみんな覚えよう。滅。デルガルに仕えていた狂乱の魔術師はデルガルの遺産を守ってるんだと思ってたけど、世継ぎがいたんなら相続させればいい話だよな。構図としては牢獄に閉じ込められたデルガルが脱走した形か。狂乱の魔術師が何を考えてるかわからんくなってきたが、ライオスとマルシルの関係にも響いてきそう。話が大きく動いたの2本立て。いやーこすぎる。本作はウィズタス指輪物語の世界観で見ていたので、この癖のあるエルフたちはかなりのインパクト。ライオス一行は黄金城へケンスケが導いたってことなのかな。猫化したい包み、ベッドで妖艶な死体を晒す戦士が印象的だった。笑い。黄金鏡でも美味しそうな料理が出てきたけれど、なんだかいつもと違うと思ったのは、やっぱり戦士の調理過程とライオスたちとの会話がいい感じの味付けになってるからなのかなと思った。まさに見た目の割には違う水っていう感じ。情報量がすごい回だったが、作画のこだわりもすごい回だった。特に黄金鏡で最初に出会う村人のそばかす。手書きアニメであんなリアルなそばかす初めて見た。胸や腕まで描くって相当なこだわりだよ。畑を案内した村人の尋常性白斑っぽいのも。名もなきキャラにこの作画カロリーすごい。西方エルフが来て黄金城の村の住人とまで会い、
物語の登場人物は全員揃ったのかな。ずっと勝手に狂乱の魔術師の心情を妄想し、彼女をルシオトトラのみなさの館のメイドのような存在なのかと想像し、切なくなってるんだけど、果たしてどんな結末になるのだろうか。古の予言に導かれし勇者ライオス。なんか主人公みたいやん。主人公です。食事も畑の栽培も家畜の飼育も性の実感。いや確認のため、性を謳歌するためのものなのに、なんて残酷な呪い。そんなとても深いことを、こんなグラビアクイーンみたいなポーズで言わないで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。